でも洋服が似合うっていうのはかっこいい造形とか可愛い造形とかアイドル的なものの見方ではなくて、顔の大きさなんですよ。顔の大きさがちっちゃいと洋服って似合いやすいんです。だから顔をちっちゃく見せると簡単におしゃれに見せられるんですよ。大きいものを顔の近くに持ってくると対比でちっちゃく見えるので、大判のストールを巻くのが一番簡単です。皆さんこんにちは。師匠のつぶやきスカーフです。今回は男性のファッション業界から MB さんをご紹介したいと思います。MB さんはショップ店員から始められて、今は実業家で会社も経営していらっしゃいます。著作もあって100万部突破のものを書いていらっしゃいます。この方の特徴はショップ店員さんをしていた時なんかに、おしゃれな人って10人中1人しかいない確率らしいんですね。でその10人中の9人のおしゃれでない人をどうやっておしゃれにするか、ファッションに興味を持ってもらえるかということに視点を置いて成功なさったそうです。今日は MB さんから、男女を通してのおしゃれの原点、どうしたらおしゃれになれるかのヒントを引用してみたいと思います。どうか最後までご覧ください。金出して買えばまあなんとなくかっこよくなるでしょって思ってる人いると思うんですけど、いざそれやってみると全然おしゃれにならないって悩んでる人結構いると思うんですよ。いくらセレクトショップでお金出して買っても、いくらユニクロで服買っても、なんかかっこよくならないんだよな、なんかショップスタッフっぽくならないんだよな、なんかおしゃれな人みたいにならないんだよなって結構悩んでる人いると思うんですよ。お金使ってるけどなんか変わらないんだよなっていう人、まあその人いろいろ原因があるとは思うんですけれども、良くない習慣、これもしかしたら直すと変わるかもしれないよっていうことを今日3つお教えしようと思うので、ちょっと最後まで見てですね、参考にしてみてください。まず1つ目、もうこれですね。これ姿見。そう、姿見を持ってないと、基本的におしゃれ以前の話です。おしゃれになりにくいですね。大体ですね、おしゃれじゃない人、そんなにファッションがなんていうか洗練されてない人は姿見持ってないことがすっごく多い。こうすると足長く見えるような、この靴とこのパンツって合うよなみたいなことを試行錯誤して、他人が見てる姿を想像して着こなしを考えなきゃいけないんで、客観視できてなかったら自分っておしゃれになりにくい、褒められにくいはずじゃないですか。だっておしゃれって誰が見るものかって言ったら自分じゃなくて他人が決めることだし、他人が見ることでしょ。姿見ちゃんと買いましょう。ニトリ行けば1900円で買えるんで、1900円で足元まできっちり動いてキャスター付きで動くやつとか全然売ってますから、ぜひですね、コーディネートするときはなんとなくこれで決まったなじゃないんですよ。ちゃんと足元まで映してほしいんですね。全身ちゃんと見える姿見、これを手に入れてみてください。こういう感じですね。こういう感じ、全身がちゃんと見える、足元から頭まで全身ちゃんと見える姿見をちゃんと手に入れてみてくださいですね。足元まできっちりコーディネートしたのを確認する癖をつけてください。姿見を手に入れたら、玄関の近くとかに姿見があると、洋服ちゃんとおしゃれになりやすいです。ぶっちゃけ何を買うよりも、ブランド品を買うよりも、月に使うお金の量を増やすよりも、姿見を持ってるか持ってないかの方がずっと大事です。そして次、2点目、鏡見てそのまんまってやつですね。これ分かりやすいんでちょっと実践しますけど、試着するじゃないですか。新しい洋服とか買ってきてこうやって鏡の前とかで試着するじゃないですか。お店でもそうなんだけど、お店で接客してるショップスタッフはみんな分かると思うんで、僕も分かるんですけど、この人洋服慣れてないなとか、この人そんなに服詳しくないんだなって試着させた瞬間に分かることが一つあるんですよ。服を、特にアウターですけど、特にアウターを着て、この人慣れてないなとか、カットソーでもカットソーでもいいかな、トップスかな、トップスを着て、この人慣れてないな、この人おしゃれじゃないなってショップスタッフだったら誰でも分かるポイントがあるんですけど、それはこういうことです。こうやって着せてもらうでしょ、ショップで。試着しました。おしゃれじゃない人はこうやります。で、おしゃれな人はこうするんですよ。着せてもらいました。こうやるんですよ。この違い分かりますか？
おしゃれじゃない人の習慣なんですけど、着せてもらって棒立ちで鏡の前で見ちゃうんですよ。そうじゃないんですよ。おしゃれな人っていうのは、着せてもらったら、試着したら襟立たせたりとか立たせなかったりとか、ボタンをどこで止めたらいいのかとか、袖まくってみたりとか、ポケット手入れてみたりとか、ベストな位置とかベストな着こなしを試着の段階で探そうとするんです。ちょっと襟を立たせて、襟立たせると顔ってちっちゃく見えるから顔ちっちゃく見せてバランスごまかすとか、袖まくってみて袖だけちょっとこう調整するとか、ボタンの開け閉めでちょっとインナーの出し方変えてみて、ちょっとこう顔ちっちゃく見せるとか、インナーの色を調整するとか、着こなしをちょっと調整するんです。なんでストールを買う必要があるかっていうと、ストールが顔の近くにあると小顔に見えるんですよ。小顔に見せるっていうことは、スタイルを見せる上でコーディネートする上でかなり重要なポイントで、顔の大きさっていうのはスタイルを測る時の基準点になってるんですね。皆さんスタイルいい人だなって街歩いてて思う時あるじゃないですか。あれどこでジャッジしてるかっていうと、無意識のうちに顔を基準にスタイルを測ってるんですよ。八頭身っていう言葉があると思いますけれども、八頭身って頭8つ分の体っていうのが八頭身じゃないですか。8の頭の体でしょ。頭8つ分の体ってこと。だからモデルさんは顔ちっちゃい人しか選ばないんです。モデルさんって正直その顔の造形があんまり綺麗じゃなかったりだとか、そんなにかっこよくなかったりする人もいるんですけれども、でも洋服が似合うっていうのはかっこいい造形とか可愛い造形とかアイドル的なものの見方ではなくて、顔の大きさなんですよ。顔の大きさがちっちゃいと洋服って似合いやすいんです。だから顔をちっちゃく見せると簡単におしゃれに見せられるんですよ。大きいものを顔の近くに持ってくると対比でちっちゃく見えるので、大判のストールを巻くのが一番簡単です。これです。ストール類はですね、皆さん人と話す時どこ見て話しますか？大体相手の顔のあたり見て話すでしょって考えると、この辺の小物ってめっちゃ重要なんですよ。すっごい大事なんです。だからここにお金をかけとくっていうのはめちゃめちゃいいことでですね、例えばアルパカの生地だったりとかウールの生地だったりとか、いいストールをなるべく買っておきましょう。1個で全然いいです。大判のいいストール、こういう無地でいいんで、無地のストールとかを1個買っておけば完全にね高見えします。なのでマフラーはケチんない方がいいです。ジョンストンズのカシミヤのマフラーだったりと何でもいいんですけど、 2,3 万は覚悟してください。 2,3 万覚悟していいストールを1個買って5年6年使うっていう考え方にすると、本当に洋服はケチれ。MB さんが紹介している6つのストールの巻き方を私の方でやってみたいと思います。ちょっと MB さんは男性なので、女性目線からするともうちょっと柔らかい方がいいかなと思っています。MB さんはこういう大きめのストールを推薦しています。で、これもやりますが、これ私先日買ったストールなんですけど、すごく薄地で大判なんですね。でちょっとおしゃれな柄が入っています。両方いいとは思うんですけれども、外で巻くにはこちらの方が暖かいし、顔を小さく見せる効果もこちらがあると思います。でも室内デパートの中や映画館とかいろんなそういうモールとかに入るときはこちらの方が便利です。どうしてかと言いますと、男性の場合はこういうバッグを持っていないことが多いので大変ですけども、こういう厚地の大判のものを室内に持っていく場合、畳んでこういうバッグに入れるのはちょっと難しいんですね。バッグがでかくなっちゃって持ち運びに不便なんです。でもこういう薄地のものだとこういうふうにちっちゃくまとめてバッグに室内なんかでは入れられるという利点があるんですね。なので、両方メリットデメリットはあると思います。じゃあ前置きはこのぐらいにして、 MB さんの言っているこの小顔にする効果のある巻き方ですね。この大判から始めましょうか。これ厚地なんですね。
れ前にも紹介したんですけれども、ビーゴという若い、方向けのショップで購入したものです。ショップっていうのはこう固定概念で、あそこの店は若い方、こっちの店はそうじゃない方ってあまり私分けなくて、おしなべでこうチェックします。まずこういうふうに折ります。で巻きます。見えにくいかもしれませんね。まあやってみます。これちょっと一回巻きます。で、ピッティ巻きのことをおっしゃっているんですが、ちょっとこちら長めにしましょう。で、片方をこう上から手を入れて上に引っ張り出してこの輪っかに入れる。これをピッティ巻きと言います。これはイタリアでファッション関係の方が巻いてた巻き方で、ニューヨーク巻きです。ニューヨーク巻きというのはここ1回巻きます。そうしましたら今度下でもう1回これクロスをして下から上に持ち上げるというこういう巻き方、これニューヨーク巻きっていうんですね。これが2点目なんですが、で MB さんがおっしゃってるのにはあまりこういうふうに例えばこういうふうに巻きますね。でここが詰まるとかえって小顔効果がないから、ここをちょっと開ける。その方が必ずここはこう下げてちょっと空きを V にしてください。これ私のやり方なんですけど、ここをそんなに詰めるよりは詰めると小顔効果がなくなるので、ちょっと開けるというふうなことをおっしゃってます。でも開けるとちょっと寒いんですね。これ皆さん実践してみてください。あんまりこう首を詰めて巻かないようにしてください。もちろん息苦しいっていうところもあるんですけど、グーって詰まっちゃうとですね、顔の大きさが強調されて顔大きく見えがちです。でここにちょっとゆとりをこうグッとゆとりを持たせてあげたりすると、この隙間のおかげでですね、小顔効果が働いて、この辺がボリュームがある分ちょっとここに隙間が働いてですね、顔が小さく見えやすいです。首の後ろが暖かいと、でもここも寒いですよね。これが2点目の巻き方です。3点目はよく学生さんがやってるって言うんですけど、これを後ろに、こちらも後ろに巻く、こういう巻き方を言ってらっしゃいます。ただここを見せるだけでも、中に入れてるんで暖かさもありますけど、これだけっていうこういう巻き方を紹介してらっしゃいました。エディター巻きっていうのはよく1回巻くだけのことです。これをエディター巻きって言います。でエディター巻きで気をつけたいのは、ここがこう一直線になってるって、これこういう風なんかここは汚くなる巻き方をやってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、これですから巻くときにこう手をこう添えてあげるといいんです。こうしますね。でこちらの手をここに持ってって巻くとごちゃごちゃにならない。これをエディター巻きと言います。これちょっとメンズっぽい男女が使える、今何でも服でもそうなんですけども、男女兼用っていうのが多いんですね、ジェンダーフリーで。でこれなんかも男性でも女性でも用いられるっていう渋めの色です。
さて、私が先日購入した、どういうわけかいつも私はラストワン、お店で最後に残ったものを買うことが多いんです。これもそうなんですけども、これでやってみます。これちょっとね変わったなんか有名なブランド品のちょっと真似をしたロゴのような気もしますけど、これすごくおしゃれに見えるんですね。で、これこういう風に適当に折りましょう。で、巻きます。で、これですね。これをこう添えて巻くとエディター巻きは綺麗に巻けます。で、ちょっとこちらを長くしてここを引っ張って片手で片方持ち上げて輪を作り、その中に反対を入れて、これ緩くなるべく緩く、これがキッティ巻きですね。こんな風になります。これも両方同じラインじゃなくてちょっと差をつけてあげた方がリズムがつきます。奥巻きですね。こちらでこう手を添えてあげるときれいにここができます。ニューヨーク巻き、ここをもう一回ここクロスします。で、上に手をやって上から持ち上げます。これがニューヨーク巻きですね。で、ここを下げるとちょっと隙間を開けると小顔効果がもっと出るというふうに説明してらっしゃる。ここに手を添えて巻きます。ここが綺麗に出ます。で、左右にこれを置くっていう、学生さんがよく巻いてる巻き方っていうのがこれですね。だいたい長いので2回ぐらい巻けるので、もう1回巻きます。そしてこの端を両方こう入れ込むっていうあったか巻き方、これを紹介してらっしゃる。巻いただけですけど、ジャケットからちょっと見せる、巻いてるので暖かさは首の後ろ暖かいですね。ただこれだけでおしゃれに見えるっていう方法も教えてらっしゃいます。これ下がベージュのベースで黒の模様があるので、ベージュ系のジャケットでも黒系のジャケットでも使えるんですね。ちょっと見せる、これよく男性がやるやり方なんですけど、ここが見えるだけでもおしゃれ度が違うんですね。ちょっと色を持ってくる、模様を持ってくるだけでおしゃれになるっていうやり方ですね。で、私がやっているというか、私が好んでるやり方は、下は無地、だいたいオーソドックスなものなんですけど、このストールで変化をつけています。というのは色や柄のあるものっていうのは人から見た時にあの方またあの服着てるっていう風に柄のものってすぐ分かるんですね。でもこういう無地の定番のもの、白とかベージュとかグレーとか黒、ちょっとモノトーンなものですけれども、無地のものだとその色が入ったストールやスカーフで変化させることができて、で同じものを着てるっていうふうに思われない確率が高いんですね。で、お安いものでこういうストールとかスカーフは1枚のお洋服買うよりずっと高いものもありますけど、そんな高くないもので変化つけれるっていう面白みがあります。これエディター巻きですね。MB さんはここをちょっと開け、私はいつもここに指をしてここをちょっと下げると決まるっていう。で、男性ですのでやらないんですけど、女性の場合はこの角を持ってスルスルスルって柔らかくこう巻いて、エディター巻きなんかもそうなんですけど、
こうやった方がこう変化がビラビラビラってこう差がついて、長さの差がついて面白い効果が得られるので、私はこちらをすることが多いですね。あんまりこう決まったバッチリ決まったっていう巻き方はあんまり好きじゃないので、こういうふうに何気なくさりげなくっていう、こういう巻き方ですね。ベージュ系に黒の模様なので、これをこう巻いて、こんな感じですね。これだけでも随分、こういうバッグを持つと、これは黒の初期品売り場に行った時にあまり寒かったので、早速これを巻いて歩いてたら、人の視線をだいぶ取るの巻き方をご紹介しました。参考になさってください。